今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは夜寝る前に日本語を勉強している皆さんと一緒に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。今日は少しだけ重たいテーマをお話ししたいと思います。なぜ日本人は離婚するのか。海外の方と話しているとよくこんなことを言われます。日本人の夫婦ってすごく穏やかに見える。喧嘩しているところを見たことがない。なのになぜ離婚するの？これは実はとてもいい質問です。なぜなら日本の離婚は海外の離婚と起き方が全く違うからです。海外では夫婦がぶつかることがよくあるかなと思います。言い合いをしたり、感情をぶつけ合ったり、そして関係を修復するか別れるかを決めます。でも日本ではあまりぶつかりません。むしろ問題が起きても表面には出ません。そしてある日突然離婚します。周りの人はこう思います。あの夫婦仲良さそうだったのに。今日はこの静かな離婚がなぜ起きるのかお話ししていきます。まず一番、大きな理由。それはコミュニケーションです。日本では不満を直接伝えることは相手を傷つける行為だと感じる人が多いです。例えば、家事をもっと手伝ってほしい。もっと週末を一緒に過ごしたい。寂しい。こういう言葉をストレートには言いません。なぜなら日本語の会話は衝突を避けることを大切にする文化だからです。その代わり日本人は我慢します。空気を読みます。そして察してもらうことを期待します。しかし察してもらえなかったときどうなるでしょうか？喧嘩にはなりません。怒りもしません。ただ、心が少しずつ離れていくかもしれません。ここがとても重要です。日本ではね、喧嘩をしない夫婦だからといって、必ずしも仲がいいとは限りません。むしろ危険な状態のこともあります。なぜならね、喧嘩がないっていうことは問題がないわけではなくて、話していない可能性があるからです。実際私もね、身近な人で、離婚寸前だった夫婦っていうのをね、知らないまま大人になったっていう経験もありますし、やっぱり、友達のね、お母さんの話とかお父さんの話を聞いてると、どうやらね、結婚はしているんだけど別居しているっていう夫婦とか結構少なくないかなって思います。はい。なので、表面上はね、仲良く見えても、実はすごくね、深いところで、大きくね、すれ違っている可能性もあります。そして次の理由です。日本の結婚は恋愛関係から役割関係に変わりやすいです。具体的には、夫は仕事、妻は家庭。特に子供が生まれると、この傾向が強くなります。夫は会社中心の生活になります。朝早く出て、夜遅く帰る。休日は疲れて休む。
一方、妻は子供中心の生活になります。育児、家事、学校、行事。するとね、夫婦の会話はどうなるか。明日のゴミ出しお願い。保育園の書類書いた？牛乳買ってきてくれた？つまり、夫婦がカップルではなく、共同生活のパートナーになります。ここで恋愛感情がね、少しずつ消えていきます。あとは、やっぱりね、家族の中で、例えば妻になる人だったら、自分のことをね、お母さんって言ったりしますね。あとはお父さんはお父さんと言ったりします。つまり家族の中でのポジションは、妻でも夫でもなく、お母さん、お父さんという風になるんですね。それは良くも悪くも、やっぱり恋愛感情とか恋愛関係っていうのが少しね、おざなりになって、家族の中での父、家族の中での母というね、役割をどうね、していくかっていうことに、大きくね、変わっていくわけなんですね。なのでここで重要なのは恋愛感情が少しずつ消えていきますが、喧嘩などが原因で壊れていくわけではないんです。ただただ温度が下がっていきます。そして3つ目、出産後の関係の変化です。日本では多くの場合、子供が生まれると妻の優先順位は大きく変わります。夫よりね、子供が最優先になります。結構海外と日本の育児のスタイルで違うなーって思うことは、アメリカとかだと結構小さいうちから子供はね、子供の部屋で寝るように教育されるんだけど、日本では大きくなるまで両親のね、ベッドで一緒に寝ていたりするのね。やっぱそういうところにも現れてると思うんだけど、日本はやっぱりちょっとね、お母さんがちょっと過保護というか、やっぱりね、心配で、夫よりも子供を優先するっていう風になって、そしてね、子供にね、どんどん手を焼くっていうね、人も少なくないんじゃないかなって思います。そしてさらに日本ではワンオペ育児という状況が起きやすいです。夫は長時間労働、妻は一人で育児。ここでね、やっぱり妻の中に感情が生まれます。怒りではないんですね。おそらく期待しなくなる。これがね、日本の離婚の非常に典型的なパターンです。そしてもう一つ特徴があります。日本には熟年離婚という現象があります。子供が小さい間は離婚しません。家庭を守ります。教育のために我慢します。例えば医学部に進学したかった私の友達の両親は、娘がね、医学部に入るためには、離婚しているとやっぱり入りづらい。だから両親がね、ちゃんと揃って、本当はもう離婚したいけど、娘のために、医学部に入るために結婚したままでいるっていうね、そういった、カップルもいましたね。しかしそういったカップルも子供が、大学受験を終えたりとか、または子供が独立した後、離婚します。つまりね、日本の離婚は結婚生活の途中で壊れるというよりは、その父親、母親というね、役割が終わった後に終わることがあります。もしくは最近だと、やっぱり結婚後5年以内にね、離婚するっていう夫婦も多いと思うんだけど、その場合は、子供がいないケースっていうのも結構多いんじゃないかなって思います。最後に浮気についてです。多くの人は離婚の原因は浮気だと思います。しかし実際には浮気は原因ではなくきっかけになることが多いんじゃないかと思います。というのも、おそらくすでに関係が冷えている。会話がない。
期待がない。そういった状況で浮気が起き、離婚が決定します。つまり本当の原因はもっと前から存在していたと考えられます。日本の結婚は壊れるときに音がしません。大きな喧嘩もね、ドラマのような別れもないです。ただ、少しずつ会話が減り、少しずつ期待が減り、少しずつ感情が減ります。そしてある日どちらかが離婚しようと言い出します。その時結婚は終わります。というわけで今日は少し重たい話でしたが、日本人の人間関係や距離感を理解するヒントになれば嬉しいです。これは私の個人的な意見なんですけど、やっぱりね、すごい日本にもたくさんのいい文化もあると思うんだけど、でもやっぱり伝えるのがあんまり上手じゃないっていうことに関しては少しね変えていった方がいいんじゃないかなって思ったりもしています。やっぱりね、欧米の文化で素敵だなって思うのは自分のね意見を素直に伝えられることかなって思います。日本だとこうしたいとかああしたいっていうのって全部ねわがままで自分勝手に聞こえちゃうんじゃないかなって結構考えがちなんだけど、結局は人間関係の中でね、相手のことを考えていることがゆえに、結局二人ともがね、空回りして幸せになれないっていうことは結構あるんじゃないかなって思うんですね。特に日本では。でもなんかそこでやっぱり海外のね、欧米系の人だと結構はっきりね、私はこうしたいとか、ああしたいとか、そういったね意見を言ってくれるから、なんかお互いに自分の本音を言いやすい環境が作れて、ある意味ね、そういった、コミュニケーション不足で離婚になることっていうのはあんまりないんじゃないかなって思います。あと思うのは、やっぱりお父さん、お母さんっていう家族の中でのそのね、役割を、自分にこうね、押し込めて、それをね、もちろん子供の前ではそうやって振る舞えばいいと思うけど、旦那さんの前とか奥さんの前でもずっとお父さんとかお母さんっていう役割をね、演じ続けなきゃいけないっていうことは少しね、やっぱり難しいですよね。いろいろ日本ではね、セックスレスとかいろんな問題があるけど、やっぱりその役割っていうのが一個大きいんじゃないかなって思います。そうですね。はい。そんなわけで、ちょっとね、今日は重たいテーマだったんですけど、皆さんはどう思いますか？そしてね、皆さんの国では何が原因で離婚する人が多いんでしょうか？ぜひね、コメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。それでは、今日も一日お疲れ様。ゆっくり休んでくださいね。おやすみなさーい。